瀬戸内海に面した美しい町。ここで俺は生まれた。俺の実家は地元で人気の小料理屋だ。今は母が一人で切り盛りしているが、もともとは祖父母が始めた店だ。母は中学を卒業してすぐに店の手伝いを始めたらしい。いつも元気いっぱいの母は看板娘で、母に会いたくて来るようなファンもいたという。そのファンの一人が俺の父だ。父が何年もかけて母に猛アタックをして、やっと結婚。やがて俺が生まれた。温かい家庭を築くことが夢だった母にとって、家族3人の暮らしは幸せな日々だったと思う。ただ、その幸せな日々は長く続かなかった。俺がまだ幼い頃、父はバイク事故で急死したのだ。だから俺には父との思い出があまりない。俺の幼少期の記憶にあるのは、いつも笑顔で元気に働く母の姿だ。悲しむ時間ができないように、あえて忙しく働いていたのだと思う。実家に戻った母は、祖父母から小料理屋を受け継ぎ、俺を育てながら忙しく働いていた。かなり苦労したはずだが、母が弱音を吐いたところは見たことがない。悪いことの後にはきっといいことがある。たかしにもこれからたくさんいいことがあるよ。母はいつもそう言っていた。店の周りにはオフィスビルがあり、近隣で働く会社員たちの憩いの場だった。毎日お昼ご飯を食べに来る常連客もいれば、出張で訪れたサラリーマンもいる。母はどんな人も分け隔てなく笑顔で迎え入れた。家族のようにお客さんの悩みを聞いたり、時には料理をサービスするなど、温かいおもてなしをしていた。俺のために必死で働いて、高校まで行かせてくれた母に、俺は心の底から感謝している。少しでも母が楽になればと思って、学校から帰った後は、俺も店の掃除や皿洗いを手伝った。高校を卒業したら調理師免許を取って、将来は店を継ぐつもりでいたが、母は社会勉強をしてきなさいと言った。たかしは東京に出たいんでしょ。一度きりの人生なんだから、やりたいことをやりなさい。母は俺の気持ちに気づいていたようだ。のどかな場所で育った俺は、大都会の東京で暮らしてみたいという夢があった。社会勉強として3年だけ。その後は必ず戻ってこよう。そう決めて、俺は上京した。俺は少しでも将来に活かせればと考えて、和食のチェーン店で、まずはアルバイトを始めた。厨房の下っ端として、仕込みやまかない作りはもちろん、皿洗いも掃除も何でも引き受けた。実家での経験もあって、俺はすぐに仕事に慣れて、半年後には周りのスタッフから頼られることが増えてきた。店長からも、たかしくんは本当に仕事が早いねと褒められたりして、どんどんやりがいが出てきた。そして、あっという間に約束の3年が過ぎていった。
俺は地元に帰ることを悩んでいた。せっかくここまで成長したのだから、もう少し続けた方がいいような気もする。そんなある日、店長が声をかけてきた。勤続3年以上のアルバイトを対象に、本社で正社員登用試験をやるらしい。ぜひ受けてみないか？店長は俺のことをかなり高く評価していたようだ。詳しく聞くと、会社は若手社員を積極的に増やしていく方針らしい。誰かに必要とされるのはやっぱり嬉しいものだ。母に相談すると、まだまだお母さんは元気だから、こっちのことは心配しないで大丈夫よ。やれるだけやってみなさい。と言って応援してくれた。俺はせっかくのチャンスだと考えて試験を受けることに。筆記試験に加えて役員との面談もあったので、俺はどれだけ日々の仕事にやりがいを感じているか必死にアピールした。結果は見事に合格。俺は晴れて正社員となったのだ。新入社員は全員本社で1週間の研修を受ける。会社のオフィスという慣れない環境に緊張する俺に、先輩たちはみんな優しく接してくれた。簡単なビジネスマナーから企業理念、会社の今後の方針などを学んで、俺はもっとこの会社が好きになった。ある時、会社の受付に一人の男性が訪ねてきたところに、俺は偶然通りかかった。ちょっと社長と話があってね。田中様、秘書がご案内いたしますので、少々お待ちください。と、受付の女性と話している。その田中さんという男性は、俺を見ると、こんにちは。君は新入社員かな？と、気さくに話しかけてくれた。はい、お世話になっております。と、慌てて挨拶すると、元気でいいね、と言って笑った。短い時間だが、俺たちは少し立ち話をした。俺が四国の出身だと知ると、四国のどこ？と、田中さんはかなり興味を示した。そこで社長秘書が、こちらへどうぞ、と田中さんを呼びに来たので、話は途中で終わってしまった。またどこかで。そう言って軽く手を振って、田中さんは去っていった。後で先輩に聞いてみると、田中さんはうちと取引のある食品の流通を手掛ける会社の社長らしい。うちの会社の社長とは旧知の中で、たまにオフィスに来るようだ。社長という厳格な雰囲気はなくて、近所の優しいおじさんという感じだったから驚いた。本社の人たちも取引先の人たちもみんないい人だ。俺はそう思っていた。新しい課長と会うまでは。研修の最終日の夜、先輩たちが新入社員を集めて飲み会を開いてくれた。これは今期から新しく着任した松本課長の歓迎会も兼ねていた。新入社員の研修で課長と会うことはなかったから、これが初めての対面だ。松本課長は同業他社で活躍していたやり手で、最初から管理職としてうちに転職してきたらしい。きっと他の先輩たちと同じようにいい人に違いない。そう思っていたが、どうやら少し違ったようだ。課長はとてもプライド高く、とにかく自分の実績の凄さを語り始めたのだ。飲み会の場は
課長の自慢話を聞く時間になっていった。私はこれまでいくつもの飲食チェーンを倒産の危機から救ってきた。そんな話から始まって、自分は有名な大学を出ている。先祖代々頭がいい。一流の教育を受けてきた。といった学歴の自慢にまで広がっていった。この場では課長が一番役職が上なので、周りもすごいですねと返すしかない。俺は途中までは我慢して聞いていたが、あまりにもひどい学歴差別の発言が続いたので、ついポロッと本音を言ってしまった。そんなに学歴が大事ですかね。なんだって？小声で言ったつぶやきのつもりだったが、課長はしっかり聞いていた。君はどこの大学なの？すみません、自分は大学には行っていなくて。俺がそう答えると、課長はふっと鼻で笑って、君は高卒か。親はどこの大学？何してるわけ？と続けて聞いてくる。母は16の時からずっと実家の小料理屋を手伝って、人に喜ばれる立派な仕事を。中卒？高校すら出てないの？俺の話を途中で遮って課長が話し出す。大げさに驚いたような顔をして、信じられないと続けた。だからこんな失礼な息子が生まれたのか。母親の能力が低いと子供もかわいそうだな。そう笑った課長に、俺はついカッとなって目の前のテーブルにあった塩を掴んで課長にぶちまけてしまった。賑やかな飲み会が一瞬にしてシーンと静まり返る。はっと我に返って、やってしまったと思ったが、もう遅い。顔を真っ赤にした社長は激怒して、君はクビだと叫んだ。こうして一夜にして、俺の社員生活は終わってしまった。抗議することも考えたが、あんなことをしてしまった自分も悪い。課長もかなりお酒を飲んでいたようだし、受け流せばよかったのだ。この先もまた松本課長やあの場にいた人たちと顔を合わせるのも気まずい感じがする。どちらにしろ東京にずっといるつもりはなかったし、もう十分社会勉強はした。そう言い聞かせて、俺は実家に帰ったのだ。俺は今、母と一緒に小料理屋をやっている。もちろん母に本当のことは言えないので、正社員登用の話は会社の都合でなくなったと伝えた。東京での3年間は俺を確実に成長させてくれたから、決して無駄な時間ではなかったと思う。ある日、まだ開店前の店の扉を開けて、一人の男性が入ってきた。すみません、まだ準備中なんですよ。そう言いながらお客さんをよく見ると、それは見覚えのある顔だった。受付で立ち話をした取引先の社長、田中さんだ。あっと驚く俺を見て、田中さんは口を開いた。話は聞いたよ。松本課長のことは社長へ強く抗議しておいた。私の恩人の息子を不当に解雇したことは許せないとね。恩人の息子？俺は話が飲み込めない。ちょっと何をサボってるのよと話し声を聞いて、母が店の奥から出てきた。田中さんを見て、あなたどこかでと首をかしげる。
お礼を言いに来るのがこんなに遅くなってしまい、申し訳ありません。そう言って、田中さんは母に深く頭を下げた。宝物はまだちゃんと持っていますよ、と、パリッとしたスーツの内ポケットから何かを取り出す。それは、色あせてボロボロになった写真だった。あの時の。母は笑顔になって、こんなに立派になったのね、と嬉しそうに田中さんに駆け寄る。俺だけが置いてけぼりだ。ちょっと待って、二人は知り合いなの？混乱する俺に、君のお母さんは私の恩人なんだ、と田中さんが20年前の話を聞かせてくれた。田中さんがまだ駆け出しの新人だった頃、1週間の出張で東京からこの町へやってきた。この時、新規開拓につながるはずの商談がうまくいかず、ひどく落ち込んで会社を辞めようとまで思ったらしい。そんな時にたまたま入ったのがこの小料理屋だった。知らない町で相談する人もいない孤独な若者を、母はまるで家族のように温かく迎え入れたそうだ。仕事で落ち込んでいること、成果が出ないまま今日東京へ帰ること、会社を辞めようと悩んでいることを田中さんは母に話した。それを聞いた母は、大丈夫よ。悪いことの後にはきっといいことがある。と言って励ましたそうだ。悩みを聞いてもらって、田中さんはだいぶ気が軽くなって店を出て行った。だが、その時、大切な宝物を落としてしまった。それは、田中さんと田中さんの母親が一緒に写った唯一の写真だ。田中さんの母親は若くして亡くなったから他の写真がないという。いつも財布の中に入れて持ち歩いていたので、写真は表面がすり減っていて角に折り目もある。ゴミだと思って捨てられてもおかしくないような状態だった。だがそれを見つけた母は、その写真が大切なものだと直感してすぐに店を飛び出し、田中さんを追いかけた。もうかなり遠くまで行っていた田中さんの後ろ姿を必死に追って、なんとか写真を届けたそうだ。こんな大切なものを落とすなんて、と落ち込む田中さんを母はまた励ました。悪いことの後にはいいことがあるって言ったでしょ。宝物は落としたけど、こうしてちゃんとあなたの元に戻ってきたじゃない。その言葉を聞いて、田中さんはなんだか本当に全てがうまくいくような気がしたそうだ。あの時は帰りの飛行機の時間もあったから、ちゃんとお礼も言えなかったんだ。田中さんは申し訳なさそうに当時を振り返った。一人前の社会人になったらお礼を言いに行こうとずっと思っていた。だけどあの後仕事がかなり忙しくなって、こんなに時間が経ってしまったんだ。俺が会社を辞めた後、田中さんは俺が実家に帰って母親の小料理屋を手伝っていることを聞いたらしい。詳しく話を聞いてみると、あの時自分が訪れた店だと分かって急いでやってきたようだ。母は今日は貸し切りねと言って店の扉を閉めると、俺と田中さんのために美味しい料理を作り始めた。田中さんは久々の母の料理に嬉しそうだ。それから俺たち3人は母の料理を食べながら何時間も話をした。あの時励まされたことで、この20年仕事を頑張ってこれたと
田中さんは何度も母に感謝していた。俺のことも気遣ってくれて、もしまた東京に出てくる気があればうちの会社にと誘ってくれたが、俺は母と一緒にこの店を続けるつもりだ。田中さんが帰った後、当時なんであのボロボロの写真が宝物だと分かったのか母に聞いてみた。私もね、お父さんの写真を肌身離さず持ち歩いていたの。何度も取り出して見ていたからボロボロになって、だから写真を拾った時、これは大切なものだってすぐに分かったの。そうか、お父さんのおかげでもあったんだ。俺はそう思った。あれから1年経ったが、田中さんと俺たち親子の交流は続いていて、たまに電話で話すこともあった。あの松本課長は地方の支店に左遷されたそうだ。少し申し訳ないなと思っていたある日、突然うちの店にその松本課長がやってきた。左遷された地方とは四国支店だったのだ。店に入って俺を見るなり、すまなかったと頭を下げた。あの飲み会の時と全く違う様子に俺は驚いた。とにかく店の中に迎え入れて話を聞いてみると、この1年で考え方に大きな変化があったらしい。課長は係長に降格され、これまで自分を持ち上げてくれた部下もいない町で、高いプライドは完全に折れたようだ。大きな肩書きもない、誰も知っている人がいない町で、私は孤独だった。孤独になって初めて、私は権力を使った人付き合いしかできていなかったと気づいたんだ。そんな時、自分が会社の人間だということを伏せて、うちのチェーンの店舗に入ってみた。スタッフは本当に温かく接してくれたよ。お仕事大変でしょうとか、ゆっくり休んでいってくださいとか、私に声をかけてくれた。それから課長はあの飲み会でのことを改めて申し訳なかったと詫びて、君たちの仕事はとても立派なものだ。学歴にこだわる自分は間違っていたと言ってくれた。俺もあの時はカッとなってしまったことを謝罪して、お互いに全てを水に流すことにした。俺はこれからも悩む人や孤独な人を家族のように迎え入れる店を続けていくつもりだ。